はい、皆さん、こんにちは。オプシックスですね、シンセ三大原理を、全部学んじゃおうシリーズ第2回。今回は、フィルター型シンセサイザー、減算型、引き算型シンセとも言うんですけども、いわゆるアナログシンセサイザー的にオプシックスを使うという感じで話を進めてみたいと思います。本当にいろんな風に使えるので、FM 嫌いな人はね、もうアナログシンセとして使うだけでも十分使えるっていうくらいの機能を持っています。さて、で、アナログシンセサイザーなんですけども、で前回は、制限波合成、要するにオルガンを再現するというような形でやったんですけれども、アナログシンセサイザーですね、これ1960年代ぐらいから、いわゆるムーグシンセサイザーであるとか、その他のシンセサイザーいろいろ出てきまして、なったわけですけども、この原理をまず、おさらいというかね、初めての人もいるかもしれないんで、ちょっと丁寧に説明をしたいと思います。で、基本的にはシンセサイザーっていうのはミュージックシンセサイザーってこともその頃できたわけで、音楽合成機という意味ですね。シンセサイズっていうのはもともと工業用語だったんですけど、で音の3要素と言われている、音程、それから音色、音量、これを自在にコントロールすることで、素材のないところから音を作るというのが、シンセサイザーだったわけで、というのはどういうことで、自然楽器というのは必ず、例えば、打楽器であれば川であったり、それから木であったりとかね、それからバイオリンであれば弦であったり、必ずなんか叩くものとか響くものっていう物理的なものがあったわけです。シンセはないわけですね。イコールその物理的な制約から自由であるというのがシンセサイザーだったわけなんですけども、で、まずそのシンセサイザーのすごく基本的な作りを説明してみます。はい、オプシックスさんの上に手書きで書いてきたというね、このアナログ感なんですけれども、ご覧いただきたいと思います。もうこれ本当に一番シンプルなシンセサイザーの模式図といいますかですね、でございます。で、基本的なパートは、最も重要なパートは、ここに書いてある5つなんですね。で、まず、実際に本当に鳴って音を作っていくのの、まず重要なパーツ。VCO。次、VCF、VCA。はい。これ見て懐かしいと思う人もいれば、なんじゃその VC ってと思う人もいると思います。VC っていうのは全部これボルテージコントロールドという意味です。つまり電圧でコントロールできる O っていうのはオシレーター。電圧でコントロールできるフィルター。電圧でコントロールできるアンプということで VCO、VCF、VCA というふうに言います。で、これもアナログだったんで、要するにこのオシレーターというのも簡単に言うと、音を発信する部分ですね。発信器ですね。これは振という字を触れるという字なんですけども、例えばブザーだったらブーってなるじゃないですか。あれ発信器なわけです。だけども、ブザーって鳴ったら鳴ったっぱでブーってなるだけですよね。だけども、そうじゃなくて、そこを電圧でいろいろコントロールできます。これがボルテージコントロールオシレーターです。で、ボルテージコントロールフィルター。フィルターっていうのは、タバコのフィルターであるとか、コーヒーのフィルターであるとかね、空気清浄機のフィルターってあれと同じです。いらないものは排除する。いるものだけ通す。これフィルターなんですけど、それも全部電圧でコントロールできます。っていうのが VCF。ここはもうすごいシンセでは重要で、ここゆえに減算型、フィルター型シンセと言われています。次、VCA。これもアンプ。アンプはもう、皆さんご存知だと思います。ギターアンプとかね。オーディオのアンプとか、今最近オーディオのアンプって使ってる人いないんだよね。けれども、ギターアンプが分かりやすいよね。あれと同じです。増幅する、ものですね、アンプって。アンプリチュードっていうのは増幅器っていう意味なんですけども、それも電圧でコントロールできる。この電圧でコントロールできる、コントロールできるって一体何なんじゃというと、実は全部ここと関係があります。まず、
前回も出てきました。で、前回ざっくり説明しましたけども、エンベロープジェネレーターというのがあって、でこのエンベロープジェネレーターの電圧でコントロールできます。これがすごい重要なことになります。で、もう一つ LFO というパーツがあります。これはローフリーケンシーオシレーターというんですけども、低周波発信機っていう意味なんですね。これはオレンジで書いてますが、各セクションにモジュレーションというものをかけます。この5つのパーツとキーボードがくっついた1個のシステム、これがアナログシンセサイザーです。1個の鍵盤を押したときに、例えば銅弾いて1ボルト出て1個音出たよ。0弾いて2ボルト出たよ。ってなったときに、VCO っていうのは実は1個のキーボルテージに対して1個の音程しか出せないんですよ。ってことは、これっていうのはこのシステムでは鍵盤複数弾いても対応できない。つまりこれはモノラルシンセサイザーの原理です。ポリフォニックっていうシンセにするとしたら、この VCO がポリフォニック分必要です。だから簡単に言ったら、8音出すためには8個 VCO が必要ということになります。だったので、昔っていうのは、シンセサイザーは基本まずモノだったわけ。1960年代、70年代はね。それでやっぱり20何万とか、海外製のやつはもう70万とか80万とかしてたんですね。で、ポリフォニックは簡単に言ったらそのシンセが何台も入ってることになるわけなんで、とんでもない値段がしてました。だから昔のシンセが高かったのはそういう理由です。つまり VCO を積むというか、簡単に言ったらこれをたくさん積まないとポリフォニックシンセはできなかったわけですね。だからもう100万超えのシンセがゴロゴロあったポリフォニックシンセというのはそういう理由だったということです。いいでしょうか。で、この原産型のシンセサイザーですごい重要なのはこの VCF と VCA。ここのエンベロープの使い方ですごい音の作り方が変わるということです。さあ、じゃあこれを念頭に置いてオプ6に話を持ってきたいんですが、オプ6はこの通りではないです。どうなってるかというと、実はこうでございます。オプ6は実は 6VCO、6VCA、1VCF のシンセと言えるんです。は？どうでしょう？実を言うと、オペレーターはもう VCO と VCA が一体化しちゃってるんですよ。この中に VCA のエンベロープジェネレーターが入ってるんで。ってことは、フィルター、実はフィルターも入ってるんだけど、今置いとくよ。今置いとく。わかりやすくするために。オペレーターが6個あるということは、6VCO、6VCA なんですよ。それだけで。で、それがミックスされてフィルター通っていく。で、フィルターにエンベロープジェネレーターがあって、音が外に出ます。ね、すごくなるわけです。じゃあちょっと、まあこれせっかくなんでリリースがある状態くらいにすると、今、いわゆるシンセで、まあよく使うんで、シンセパッドっていう、音色があるんだけど、要するにこう包み込むような音色、の基礎っていうのがまずこの状態でできています。横切り波が出ていて、音量のエンベロープだけできている。バーッと出てきて、少し減衰してずっと続いて、離すと消える。こういうことね。ただ今、なんかちょっとこう、明るすぎるとか、シャーって言ってるじゃない。これはなぜかというと、はい、ここで出番なのがフィルターでございます。フィルター。じゃあフィルターをいじってみますよ。フィルターというところを押しますと、フィルターが出ます。そして、重要なのはまず、ここにタイプっていうのが出てるんですよね。タイプ。何のこったと。じゃあフィルターについてちょっと説明してみます。はい、アナログ的に私の書いてきた模式図を、ご覧に入れますとですね、まずフィルター。大抵のシンセですけども、まあ、3種類
あります。ローパス、バンドパス、ハイパス。これはどういうことかと。これ縦軸と横軸なんだろう。まず横軸が周波数です。右に行けば行くほど高い倍音。左に行けば低い倍音。で、ローパスのフィルターというのは、下通すっていう意味ですから、このカーブのこっち側は通んないです。ということは、このフィルターかけたら、肺が切れるわけですね。故にローパス。で、その逆がハイパスです。下切っちゃうんです。で、バンドパスというのは真ん中だけ通している。で、こうやってフィルターっていうのは倍音成分を削るシステムです。で、重要なのは、このフィルターのどこで周波数を切るかっていうことが稼働できる。稼働できる。動かせるんですね。これを理解することがすごく重要で、今、ローパスフィルターを例にとって考えます。そうすると今、ローパスフィルターも実は言うと何種類か入っていて、ローパス24というのは、ここで切るぞって決めたとこから結構スパッと切れる。これがね、24っていう。24dB で切れてきます。で、ここで切るぞってなってからニャーって切れていくのがローパスの12ってやつです。こうやって切れる、要するに切れ味ね。フィルターの切れ味を決めるのがここの数字なんです。はい。で、このフィルターの種類は、オプシックスですと、ここで切り替えられるんですね。ここで切り替えられるんです。で、基本的には僕はローパスフィルター24って切れ味のいい方を、使うようにしてますので、今、24にしますね。で、カットオフフリーケンシー。これを実際に、動かすとどうなるかっていうことをちょっと聞いてみてください。まず弾きます。今これ、ここ見てください。カットオフフリーケンシー、ここですね。これ、もういっぱいになってるのがデフォルトなんですけど、下げてきます。わかります。どんどんこもっていくのがわかると思います。こういうことですね。こういうことですね。つまり、今、このローパスの24というのが、つまみ回すと、ガーッとフィルターはこっちに移動してるわけね。カットフリーケンシが上に行っていて、だから、バイオン成分が通るので明るくなる。で、下げるとバイオン成分が通らなくなるのでこもるということですね。このつまみ、カットオフつまみ、明るくなる、こもる。今現在はここがカットオフつまみということになってますから、極端にこうやってやるとこういうふうになります。で、その下にレゾナンスっていうのがあるんですね。これレゾナンスっていうのは実を言うと重要で、どういう変化が起きるか、聞いてみてください。まず、レゾナンスを上げた状態でカットオフフリーケンシをいじってみます。これですよ。ほわほわほわ。もっと上げます。よく聞くタイプの音だと思いますけども、これ一体何が起きてるかと言いますと、実はですね、このフィルターにちょっと書き加えなきゃいけないんですけども、通常レゾナンスがゼロの状態では、こうなだらかにこうやってフィルター、カットフリーケンシーからこうフィルターをこう閉じていくんですけども、レゾナンスっていうのを上げますとですね、これに書き加えますと、レゾナンスを上げれば上げるほど、このカットフリーケンシー周辺の周波数がこうやって上がっていくんです、こうやって。そうするとフィルターの形がこういうふうに変化してきます。上げれば上げるほどこうなります。ここだけだから出っ張るわけね。この辺の倍音だけね。だから、この倍音が出っ張った状態でカットフリーケンシが動けば、この出っ張った状態のところが目立って、さっきみたいなミヨーンと音になると。いわゆるシンセサイザーならではの音でね。これが上がってる状態で、
ということですね。これも本当にシンセならではの音というか、多分シンセ以前にはどうやっても出せなかったタイプの音じゃないかなと思います。さあ、で、今、弾きながらですね、これをいじってみましたけど、これをいじんない限りは、あるカットフリーケンシーで決めた音色のところで、音が出てる状態だから、これある意味オルガンと同じなわけですよね。この音色でずっといくわけだから。じゃあ、弾いて音色変化させるにはどうすればいいかというと、ここでフィルターに対するエンベロープジェネーターの出番になるわけです。つまり、今手でやってるような動きを、例えばね、みたいなことを自動的にやれる。これがフィルターに対するエンベロープジェネレーター。フィルターのエンベロープジェネレーターということになります。で、OP6 では、エンベロープジェネレーターの2。これがフィルターに対するエンベロープジェネレーターになります。で、ここを見てみると、EG2 って書いてあるでしょ。で、EG2 って書いてあって、これは EG2 を作って、それをどれくらいの強さでフィルターにかけてやるかっていうことになるんですけども、これをまず上げとかないと、いくらフィルターいじってもダメなんで、まずはここ、音を聞かずに上げときます。結構高く上げときます。そして、フィルターのエンベロープジェネレーターを作るんですけど、フィルターのエンベロープジェネレーターを作るときに、すごい、忘れちゃいけないことがあります。これね、最初の頃すごい引っかかるんですよ。フィルターのエンベロープジェネレーターというのは、まあ、動きで言うとこういうことになります。さっきのは縦軸が音量だったんね。音量のエンベロープジェネレーター作ったけど、今度は縦軸がカットフリーケンシーになるエンベロープジェネレーター。これがフィルターに対するエンベロープジェネレーターになるわけです。と、キーをオンすると、アタックタイムで決めた速度でカットフリーケンシーが開く。そして決めたるサステンレベルまで落ちる。で、弾いてる限りはサステンレベルでフィルターがその状態のまま維持されて、離すと閉じる。ということになりますね。いいですか？この動きがフィルターの開いたり閉じたりになるわけです。これが、フィルターのエンベロープジェネレーターなんだけど、あくまでもフィルター今開こうとしてるわけだから、簡単に言うと、最初からカットフリーケンシーが開いてると効きません。フィルターの EG をかけるときは、元々のカットフリーケンシーの値に注意しましょう。それから EG デプスの設定にも注意しましょう。これ EG デプス設定0だったらかかんないです。それから音量 EG との関係にも注意しましょう。この3つをちょっと留意しながらちょっといじってみましょうね、実際ね。はい。それでは、まず実際に、カットフリーケンシー開きっぱにしておきます。これやるなって言ってること、これやっちゃダメな、間違った行動です。これやります。この状態で、フィルターのエンベロープジェネレーターを作ります。これ、MOD というのを出して、ここで選べますから。はい。これで EG2 のフィルター。ここで出てるのがエンベロープジェネレーター。フィルター用のエンベロープジェネレーターです。これを、例えば、ゆっくりフィルターが開いて、閉じて、ある程度維持。はい。これ作ってみた。ね。で、キー離して戻るぞ。この絵見てくださいね。これがそのまんまカットフリーケンシーの動きになるわけですね。ところが、今、カットフリーケンシー最大になってますから、せっかくエンベロープジェネレーターを作り、なおかつ EG ディフスも、ちゃんと EG インテンシティ、ちゃんと送り込んでるのに、何も起きません。これなんでやねん。簡単に言えば、もうフィルター開いちゃってますから、開きっぱのとこからさらに開けって言っても開かないわけですね。だから、カットフリーケンシーを下げてやる必要があります。そうすると、
今ウィンウーンウーンっていう音色変化が起きています。でも結構今下がりのところ過激なので、もうちょっとこうゆっくり下がるようにディケイタイムをコントロールしようかな。そうするともっと入れていいね。こうなりました。で、レゾナンスをこれで上げてみましょうか。そうするとですね、今相当開くところまでいってるわけですね。で、このどこまで開くかはカットオフかこのインテンシティでコントロールします。インテンシティを下げれば開き具合も弱くなります。こういうふうになるわけね。で、この時にフィルターのリリースをすごい長くしてやると音色ふわーって音量が消えるのと同時に消えていくんで、ふわんとは消えないでもっと滑らかに消えるようになります。こういうふうになります。で、今すごくふわんっていうところを強調してやってますけども、例えば、まず音量の立ち上がりはまっすぐにしちゃって、もう弾いたらすぐ出るようにしちゃって、でも今フィルターがゆっくり立ち上がるので、ゆっくり開くので、あまり変化が起きて聞こえません。で、この時にフィルターエンベロープジェネレーターのアタックを短くしてやると、で、リリースちょっと邪魔なんで切りますよ。そうすると、いわゆるシンセブラス的な状態になります。で、今度はアタックを短くしちゃってサステイン下げちゃう。そしてもっとディケイを短くしちゃおうか。これでさらにフィルターのインテンシティを上げてディケイを下げる。もっと下げちゃおうか。こういうふうにフィルターのエンベロープジェネレーターのコントロールでものすごい音が変わっていきます。これレゾナンス。レゾナンスをもっと切っちゃえば音量のエンベロープジェネレーターだけで作った、いわゆる短いショートディケイ音とは全然違うという形になります。いわゆるシーケンス音だよね。で、今もう言うまでもなく全くノーエフェクトでやってますからね。エフェクターは今かけてません。こういう状態を作ることができます。さて、今ふわーんとしたものから、シンセブラスみたいなものから、こういうディケイみたいなのを作ってみましたが、ほとんど実はいじってるのはカットフリーケンシー周辺だけなんですよ。だからカットフリーケンシーとエンベロープジェネレーターだけでリズルとアナログシンセってほとんど音ができてしまうということは分かってもらえたと思うんですけども、じゃあ自分でどういう音を作りたいかによってどこをいじるかっていうのが、これシンセサイザーはもう全部そうです。オルガンもアナログシンセもこの後やる FM も全部そうだけど、どこをいじるかっていうのは自分で分かるようになるのが一番重要なんだけれども、で、今ですね、例えばカットフリーケンシー周辺をそんなにいじらないで、例えば
パッド的なアナログ的な音を作りたいなと思ったとします。でその時に、OP6 は6オシレーターですから。ね。同じような音を作っておいて、重ねて広がりを出すということが可能になります。でフィルターのところはあんまりいじんないでも進む。じゃあちょっとそれを実践的にいくつかやってみますね。もう要するに FM は使わないけれども、これくらいのことができちゃうよっていうことの証明になると思うんですけど。でまず、このディケイの状態を普通に戻してきます。まず基本的には、サステンレベルが結構高い状態でまずこれくらいのことを基本にしておいて、アナログっぽいパッドなのでゆっくりした立ち上がりにします。でリリースも長くしておきます。で同じような状態のものを隣でまず作ります。で今2個同じようなものができました。実は全く同じものが2個ほぼ並んでるだけなんで、これだけだと広がり感というのは出ないんですね。で位相をちょっと揺するような形にすればいいんですけど、そういう場合は実はピッチでデチューン、これすごい重要なんですが、例えばです、オペレーターの1番のデチューン、これを例えば結構極端に4みたいにしてみます。そしてオペレーター2の方を4、今度はさっきのマイナス4、今度プラス4にします。そうするとはい、今フォハーンっていうのもデチューンかけただけで全然広がり感が出ました。で同じようなことを次のオペレーターに対してもやっています。で今この2つはデチューンかけました。これは同じものなんですけども、今度こいつにビブラートをかけます。こいつにだけビブラートをかけます。ですから今この人はビブラートかかってます。でこっちはかかってません。で混ぜてみますと、デチューンでかかってるウェーブに対して2つ出てるのに対してさらにビブラートがかかってる周期的に出てるやつが混ざるんで、これ3個全然違うやつが実はかかってるわけですね。でこのようにして音を重ねていくと、例えばじゃあ4個目はどうするか。4個目も同じようにまずで5番に関してもじゃあ鳴らしてみますね。そうするとこれエフェクターも何もかけてないですよ。最後1個まだあるんですよ。まだあるんですよ。すごくないですかこれ。ロックオシレーターの脅威ですよね。でこれだけピッチを例えば1オクターブ高くしてみたい。こういう差成分を入れてみたりして。でこれにもビブラートをかけてみます。あとはもうフィルター。
これにフィルターのエンベロープをかけてレゾナンスをかけていじることも当然可能となりますね。はい、だからロックオシレーターで中でデチューンとビブラートをかけてやることでエフェクター使わなくても十分広がり感というか奥行き感は出ます。そこら辺は自分で各自いろいろチャレンジをしてほしいです。これはもうだから単純に、ノコギリ刃のこういうウェーブを全部足してるだけなんである意味オルガン的な作り方になってます。でアナログシンセサイザー的な使い方っていうのは今ものすごくあえてこだわって、全然 FM を使わないぞっていう、元でやってたんですけれども、とにかく6個、オシレーターがあるわけですからそのオシレーター全部を今も FM が一切起きないようにっていう使い方をしてきたわけですけれども、じゃなくて、自由に使うこともできますのでそこら辺はこの後 FM っていうのをやったらもう制限波合成だろうがフィルターだろうが、FM だろうがですね自由に組み合わせて使うことができるということでございます。というわけで、今回はとにかく、あくまでもこだわって FM じゃない使い方、これをしてきました。で重要なのはアナログシンセサイザーとしての、理解これですね。ここをですねよく分かっていただいてでオプ6はこの VCO と VCA が一緒になってフィルターでかけてるんだっていうことが分かっていただければ OK。あとは、フィルターのエンベロープジェネレーターということですね。そこのところが、明確に、理解できればあとはもうとにかく自分で作りたい音色があったらそれはどういうアタックなのかどういうディケイなのかどういうサステンなのかでそれは明るいのか暗いのか、そういうことの組み合わせで、カットフリーケンシー周辺のコントロールで、アナログ的な音作りというのはできていくということです。なので、とにかくまずはアナログ申請としてだけ使ってみるっていうこれも一個のチャレンジなので、それで遊んでみてください。それでアナログ申請の、なんていうのかな、面白さっていうのをもう一回再認識して見ていただきたいと思います。じゃあそういうわけで今回はアナログシンセサイザーとしててかフィルター型減産型のシンセとしてオプ6を使うというコーナーでございます。という回でございます。それではまた次回お疲れ様でした。実際のですねアナログシンセサイザーですね。最新鋭なんでこれとはちょっと違うんですけども基本的にこれとちょっと照らし合わせて見てみましょうね。まず VCO これオシレーターここですね VCO と書いてありますね VCO ですね。VCF これはもうフィルターと書いてます。ここフィルターです。だから VCA ここがもうここもうねエンベロープジェネレーターって書いてありますね。これ ADSR ですね。で実はフィルター用のエンベロープジェネレーターはアタックとディケイサステインがないタイプですね。
それをもうインテンシティで、全部代用するというような感じなんですけども、基本的にここが VCO なので VCO っていうのはピッチの基準を決めるのと波形で出す波形を変えます。これ区形波、三角波、ノコギリ波ですね。でこれはカットオフを通ります。はい、これカットフリーケンシーですね。さっきやったやつ。これレゾナンスです。激しいですね、なかなか。これレゾナンス。で、これがアンプリチュードの、エンベロープジェネレーターですね。アンプリチュードのエンベロープジェネレーターは、サステンレベルが上がってないと音が出ません。アタックとディケイだけだと上がって下がって消えます。ということですね。サステンレベルが最大になっていれば、ディケイのタイムは関係ないです。さっきやったんですよね。それから、フィルターに対するエンベロープジェネレーター。ここは、まず下げ気味にして、アタックとディケイ。で、インテンシティを上げます。それから LF を。これはもうここはスピードです。でここでインテンシティ機器がありますが、基本的にはここでコントロール。まあみたいなことですね。これが、普通のアナログシンセサイザーです。はい。